今回はピカチュウ EX について評価していくわ。言わずと知れた強力カードなのだ。そうね、デッキ構築にある程度の制限がかかるけど、それだけの価値があるカードだと思うわ。基本スペックはこちら。種ポケモンで HP は120、逃げるコストは1ね。ある程度の HP があって逃げるコストも安め、耐久力の評価は A ランクといったところね。なかなかなのだ。次に攻撃力について見ていくわ。持っている技はエレキサークルのみね。どういう効果なのだ。自分のベンチにいる雷ポケモンの数 ×30 のダメージを相手に与えるわ。ベンチに3体いれば90ダメージ、ベンチに2体しかいなければ60ダメージね。条件はあるけど2エネルギーで最大90ダメージはかなり強いのだ。そうね、90ダメージあれば大体のポケモンは2回殴れば倒せるわ。これをわずか2エネルギーで繰り出せるのがピカチュウ EX の最大の魅力ね。ということで攻撃力の評価だけど、速攻性は S ランク、エネルギー効率も S ランクで、最大値は A ランク、総合して S ランクといったところかしら。強いのだ。最後に安定性について見ていくわ。種ポケモンであること、これは大きいわね。これだけで安定性に大きく利するわ。ただ技を最大値で使うためにはベンチを埋めなければならないこと、そのためにはデッキに雷ポケモン以外を入れられないこと、これはマイナスポイントね。デッキ内の種ポケモンを増やすとモンスターボールで持ってこれる確率が下がるのも気にかかるわね。安定性は A ランクといったところかしら。条件はあるけどデッキ構築に気を使えばそれなりに安定はするのだ。ではここからはその他の要素について見ていくわ。よろしくなのだ。まずは先ほどから何度か話に出ているデッキ構築の制限について。ピカチュウ EX を強く使おうと思ったらデッキ内に雷ポケモンをそれなりの数入れなければならないわ。安定性を考えると最低でも7体は欲しいわね。また雷ポケモン以外を入れるのはやめた方が良いわ。ベンチに他の色のポケモンがいると最大値を発揮できなくなるからね。なかなか厳しいのだ。とはいえポケポケのカードには抵抗力が存在しないから、デッキ内のポケモンを雷で統一することにそれほどのデメリットはないわ。60から90と攻撃できれば大体のポケモンは倒せるしね。3ターン目には1ポイント取れるわ。速攻性能はさすがに高いのだ。サンプルデッキレシピはこちら。あれ、このデッキ時空の激闘のカードが入っていないのだ。実はこれ前の環境の最後に使っていたレシピなのよね。イベントで開幕9連勝を記録した自慢のデッキよ。勝ちが足りなのだ。少しくらいいいじゃない。嬉しかったのよ。ふふふ、なのだ。まあ時空の激闘のカードが実装されたことで今使うならレシピが変わってくるわ。具体的にはパチリス EX が入ってくるわね。これに関しては明日解説する予定よ。チャンネル登録をして待っていてくれると嬉しいわ。よろしくお願いしますのだ。それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。なのだ。今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。